何時ぐらいに来られてるんですか？大体8時ですね。あ、もう8時ぐらいから。8時ぐらいですね。日によっては7時半とか7時半とか。7時とか。ダブルスープなんで普通は1本だけ炊いてるじゃないですか。大きいずんどうに全部入れてグツグツ煮込んで、で返しでいろいろ。はい。それダブルスープで言ってこれは魚介系だけを炊いてるんで、でお昼過ぎからアニマル系、鶏ガラ系を炊き出しますので。ここは引き算なんで炊きすぎたりいかんものを引いていきます。次足し算貝と串と日本酒と水。これが全く正確かって言ったら正確でもないですから沈めて5分。ザクザクはいきません。千切りにもしません。ちょっと食感を楽しんでほしいというのと、こうやったら和食っぽくなるかなと。これも手間はかかるんですけど、一番早いのは切ったやつの袋詰めを買ってくるのが一番早いんですけど、あれカピカピになってるんで。単なるレッドオニオン、赤玉ねぎなんですけど、スライスして入れるかどうしようか。これが入るとちょっと辛みと甘みが口の中で融合してくれるんで入れたいと思って入れるんですけど、これ全部こうやって刻むんですかと思うでしょ。千里の道も一歩からって言いますので、チェーン店とか繁盛店とかに目指そうと思うとこんなことやってられないですね。一応自家製麺じゃないですから、その分こういうこといろいろできるんかなと思ってみたり。見てたのかな。見てたし、実際に見るのが好きっていうのも、いや、よいしょよいしょ。これ今取ってるのはペースト用なんですけど、あさりと顎は入るとペーストにならないんで、顎はやっぱ骨が硬いんで、よいしょ。万が一あさりとか異物が入ってしまって、欲しいもの以外のものが入ってしまって、そしたら今度煮干しがなくなったらここから取らなあかんで、どっちもぐちゃぐちゃなんですよ。だからちょっとずつ音を聞きながら。こんな感じです。普通ラーメン屋さんで寸胴で炊いてるスープからそのまま丼に移るじゃない。うちは寸胴冷蔵庫で冷ましてる寸胴から出して合わせて、そこから加熱なんで手間も時間もかかる。手間かかって美味しいかどうかはお客さんが決めることなんで、普段昼ご飯をこの界隈で食べてる人たちはやっぱり厳しいと思う。それはお客さんがもう決めることなんで、美味しいか美味しないか、値段に見合ってるかどうかっていうのは、だからその辺はあんまり僕が作り手が勘違いしたらあかん。
一昨日ですね、1日寝かしたチャーシューですね。それで冷凍で入ってきますので、それを解凍して炊き込み用に切り出す時に自分で糸で巻いて、友達には最初割と聞かれました。どっから仕入れてんのって言って、いやラーメン屋は普通チャーシュー作ってるやろって。これで今度は水で下洗いします。表面にいっぱいついてるの分かります。これを洗い落とすんです。落としつつ、ほら、よいしょ。落としつつ、これはロールですね。巻いてあるでしょ。巻きやすいんで巻けるサイズですから、これは巻かない方がいいだろうと思ったら分厚いですから巻かずに、はい、これ残ってる内臓を外してやるんですよ。これがえぐみの元やっていう説があるんで、これを外すとラーメンの良さがないという説もあるんですけど、和食で使うスープなんかこういう油とかも全部きれいに掃除してから炊いてはります。もみじと湯がいて、銅葉ラーメン小分けしてます。小分けして解凍して冷凍して、よいしょ。ちょっとグロいでしょ、えぐいでしょ、初めて見るとえぐくないですか。なんとこれをそのままとそうでないのと炊いた感じがわからないんです。したことないですから、ここの手の甲の部分とちゃんと取ってあげないと。芋ご飯です。秋です。それドラムですか？練習噂の茶色いところに白いアクが寄ってくるんですよ。その白いアクを取らないとそれが沈み込んでしまうんで、だから慌ててお客さん来はって慌ててこれを見ずにほったらかしたらもうアク沈んでなくなっちゃうんですね。だからアクやってこれ取ったらあかんのですね。今度白いアク細かすぎるんでアク取りと取れなくなるんですよ。茶色と白に分かれたでしょ。縁が白で真ん中が茶色で、このくらいでとりあえず第1回戦。朝一度あえて下茹でしてアクを取ったはずようにまた炊き出すとやっぱこんだけ出てきます。この塩コショウで、長時間炊き込むところは玉ねぎそのまま掘り込むところ結構あります。皮ごと掘り込んで。
そ1時間。では茶だし。よいしょ。これを戻して、ある水位にして、ここからまた、今強火ですけど、ここから2時間後にこします。で1回だけ混ぜます。そこにこびりついてるのが取れるように混ぜていきます。あとはもう混ぜないです。僕はこの白いペロッとしたのが背脂です。白いペロッとしてるのが背脂で、これを最後にすりつぶします。こんなんで浸かりますんで、ここからは技です。どれぐらい？一晩ですね。はい、明日の朝に抜かないと味がつきすぎるんで、これで水浸しになったでしょ。息を抜いて、これさらにまんべんなく回るように押さえたいんで、押さえるやつを置いて、これで冷蔵庫で一晩です。魚介系と、この鶏ガラ系と、もう一つ返しを入れて、で返しはもう完全にラーメンの返しなんですけど、でも大きな違いはそこに化学調味料を使ってない。通常の返しに化学調味料大量に使うんですけど、使ってないんで、言ったらたまりですね。これは醤油のたまりですね。こんな感じですね。これは醤油ラーメンの時の醤油のたまりですね。これは塩味にする時の塩のたまりですね。今日は今からチー油を作ります。これチー油ですね。鶏の油、元はこれです。鶏の油の塊です。これを低温で炊くと液体になります。このままだと本当に野生味、野生っぽいんで、にんにく、生姜、玉ねぎ、白ネギを入れて一緒にじっくり引き出すという感じですね。最初にざく切りにしたにんにくと生姜をまず入れといて、で鶏の油をドーンと入れます。でパチパチ言うまで強火。音がしてきたでしょ。時々崩してやらないとダマになって、外は溶けるけど中は固まったままになるんで、もうちょっと焦げ目がついてきた段階でこの匂い消し野菜を投入します。実は料理ってそうな塩コショウだけで終わらないんですよね。結局何でも塩コショウって皆さん思いますけど、絶対そんなことないです。複雑にいろんなものをやっぱり使いますので、今匂い消し入れましたですけど、これが周りの色に近づいてきたら揚げます。あんまり炊きすぎると今度は苦みが出てくるので、層が変わってると思う。じゃかじゃん。
チー油の完成。背脂です。背脂。ここに実は背脂が入ってまして、七ヶに最後絞り出すんです、こすんですけど、その時にこしたら表面にこれを同じサイズの寸胴にこして、でそれを冷まして4リッター寸胴に移し替えるんです。これが冷ましたベースです。鶏ガラ系の冷ますと上に油が浮いてくるんです。それは背脂なんですね。もちろん鶏の油も入ってますけど、僕はこの上にわざと浮いてくるように、これが出来上がって干す時に背脂だけ取り出して先にすりつぶすんです。沈めってこんな感じで固まると上に上がってくるんで、ああいう白い塊ですね。だからスープを作る時に混ぜます。混ぜるんですね。パンチ系のラーメンじゃないんで、あまり主張させたくないんですけど、コクが違うんで。しゃー。セメントは背脂を多め、淡麗は少なめです。はい、お待たせしました。どうぞ。まあほぼほぼ独学ですね。
純駆堂で座り込んでラーメンの本読みまくったりとか読み漁ったりとか、これはこうとこでも買ったりとか。ラーメンの本ってああいう分厚い本は高いんですよ。雑誌でも1000円ぐらいするでしょ、ラーメンの本ってやっぱり3000円とか5000円とかするんで、これも使いながらも買って、そうですね、動画をひたすら追っかけていってとかで、この人の上げてる面白いと思ったらその人の上げてるのを全部見ていったりとか、作ってみて、でやっぱり何かがおかしいなとかってなって、だから舌に関してはやっぱりそのホテルの時に先輩方々料理人の皆さんに鍛えてもらったのはもう感謝しますね。チー油なんかもネットで調べやらもうボコボコ売ってるんですよね。そんなにお高くなって、売ってます売ってます。はい、業務用って言って一斗缶に入ったやつとか売ってます売ってます。そっちの方が楽なんですけど、料理コストってよく言うじゃないですか、で別の見方があって FL コストっていう言い方があって、フードとレーバー、フット&レーバーというんですけど、料理の実際の仕入れ原価とレーバーっていうのはそれに時間をどんだけかけるか。こんなものは多分買った方がコストは安いんです。自分の労働時間がいらないですから、ポチッとするだけで済むわけですから。でもそれを選ぶかどうかはもうここが企業やったらそっちの安い方行かなあかんと思うんです、でも個人店なんでやっぱ気持ちがこもってた方がいいんちゃうと思って。そのお客さんの笑顔ですね。はい、瞬間瞬間の今日はめっちゃ儲かったとかそういうのはあんまり思わないですね。瞬間瞬間の初めて来た人が分からずに入ってきて説明してスープとすすった瞬間に「ん?」というその顔が心の中で「よっしゃ!」とかって「よっしゃ!」と思うんですけどそれ出せないですからね。それではメニューのご説明をさせていただきます。種類は3種類です。中華そばかチャーシュー麺か、ランチタイムのランチ麺ご飯付きかで、ランチ麺ご飯付きってどんなんていうのこういう感じで、今日の炊き込みご飯と、上に乗ってるものがちょっと味玉が半分とか、団子が2個とかちょっと変わってます。で、このメニューが中華そばチャーシュー麺ランチ麺ご飯付きの3種類で、おのおのスープが4種類あります。淡麗というのが、しっかりあっさりした魚介系のベースの優しいスープです。おすましみたいな感じと思ってもらえれば。で2番目はしっかりめというふうにしてあるんですけども、鶏ガラの比率を増やしておりますので、しっかりした感じにはしてるんですが、昔の屋台風のゆるい中華そばです。3番目は煮干しクラシックっていう名前を付けてるんですが、煮干しのすり身とそれから香味オイルを増やしまして、ちょっととろっとした感じの、まったりとした、東北地方に割とありがちなラーメンのスタイルです。それでクラシックとしております。セメント系というのはまさしく煮干しをでドロドロにしてセメントみたいな色になってるんですが、あくまでも合わせてるのは鶏ガラベースなんであっさりです。この4種類のスープ選んでいただいております。インタモツの店主の伊藤保でございます。ご視聴ありがとうございます。ラーメンはジャンルはたくさんあると思いますので、その隙間の和風だしの、煮干し主体の、ちょっとあっさりした、物足りないかもわからないですけどあっさりした優しいラーメン、胃に優しいラーメンがもうありかなと思って始めたラーメン屋です。おかげさまで今現在で2年半、これからも末永くちょこちょこでやっていきたいと思いますので、ちょっとおもろいやんけいっぺん食べに行ったのかと思う方いらっしゃったらぜひお待ちしております。よろしくお願いします。テイクワン。はい、カット。